皆様お久しぶりでございます。大名古屋巻でございます。前回の動画では根室本線の廃止予定区間を巡ってきました。今回の動画では函館本線山線を巡ってきましたので、その様子をレポートしたいと思います。今回の旅の起点は北海道小樽市です。今回乗る函館本線は函館市から小樽市、札幌市を経由して旭川市に至る鉄道です。函館本線の全長は 423.1 キロありますが、ここ小樽から長万部の間は山線と呼ばれて親しまれています。ここ小樽駅は北海道の中で比較的利用客が多い駅となっています。また小樽市の観光の拠点にもなっている駅です。この駅から札幌方面は数多くの電車が走りますが、ここから長万部方面は気動車による運転となり、運転本数も激減します。小樽駅を出発しました。この区間は2030年の北海道新幹線が開業した時には、小樽駅から長万部駅の間は廃止されることが決定してしまいました。なお、長万部から五稜郭の間は貨物需要があることからまだ決着はついていないようです。そんなこんな言っていましたら、日課ウイスキー余市工場で有名な余市駅に到着しました。小樽駅と余市駅のこの区間は需要が比較的あるので、ひょっとしたら存続するんじゃないかっていうふうに期待したんですけども、残念ながら廃止という結論に至ったようです。また余市駅を出ますと田園風景の中を進んでいきます。車内は10月の日曜日ということだったんですけども、比較的空いていました。この車両は JR 東日本が開発した車両をベースにしていますので、座席が JR 東日本のそれとほとんど一緒です。ちょっと座面が硬いんですよね。小沢駅に到着しました。この駅で列車の行き違いを行います。この駅なかなか渋い駅といいますか、趣があって私は好きな駅です。この列車の終点の倶知安駅に到着しました。ここ倶知安駅は北海道新幹線の設置が予定されている駅でもあります。ちょくちょく工事をしていたので、ひょっとすると新幹線絡みの工事なのかなと思いました。この駅終点の列車も多いので、山線を乗り継ごうと思うとここで乗り換えが必要となるケースも多くあります。ただし駅前にコープ札幌がありますので、旅行者にとってとても便利な駅だなと思います。さてここからは長万部行きの列車に乗り継ぎます。この倶知安の駅からお客さんで混んできまして、各座席が埋まっているような状況になってきました。
ただし立ってる方はいらっしゃらなかったように思います。倶知安の駅を出てしばらくしますと、日本百名山の一つ、羊蹄山が見えてきます。とても綺麗な山ということもあって、私たちを飽きさせません。平布駅に到着しました。この駅は駅の中に民宿があるという珍しい駅なのですが、乗降人数たったの4人ということになっています。ニセコ駅に到着しました。この駅はニセコアンノプリエの観光の拠点になっているほか、洞爺湖方面のバスも発着しています。室蘭本線ができる前は特急列車や急行列車がこの山線を通っていた関係で、ホームはとても長く立派です。今となっては持て余している感じがなんとも残念な感じはします。この先、蘭越駅から先は 4.5 往復の区間に突入します。途中のメナという駅なんですけども、近くに座ってた夫婦がなぜかこの駅名に興奮してたんですけども、何か事情を知っている方がいらっしゃれば教えていただきたいです。そんなこんな言っていますと、長万部駅に到着です。この駅では函館本線上り函館方面はもちろんのこと、特急北斗で札幌に向かうこともできます。駅の構内はとても広いので、鉄道の要所であった時代が偲ばれます。この長万部駅も北海道新幹線の駅が建設される予定となっています。普通列車の旅をしていきますと、この長万部駅で足止めを食らうことが結構多いと思うんですけれども、この町には温泉もありますし、コンビニや買い物をするところもありますので、長時間の待ち合わせであっても問題なく過ごせる街なのではないかと思いました。今回の動画は以上です。残念ながら2030年の北海道新幹線の延伸でこの区間の廃止が決定してしまいました。しかし裏を返せば2030年まではこの区間に乗れるということですので、皆様もご無理のない範囲でぜひお出かけください。ただちょっと心配なのが、最近災害による運休の後に廃止っていうパターンが結構多いので、やはりできるだけ早めに乗っておくのがいいのかと思いました。本日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではここからはおまけコーナーです。この旅の帰りに室蘭本線の小幌駅を通過してきましたので、そちらの様子を撮ってきました。この駅、今秘境駅って結構ブームに来てると思うんですけど、その先駆けとなった駅です。秘境駅ランキング第1位で、鉄道以外で来ることはとても困難な駅となっています。秘境駅ランキングが記載されたホームページが閉鎖されてしまったようなんですけども、まあ確かにここは秘境駅だなと思います。ただちょっと人が多いのが難点かもしれないですけどね。